ジムニーのレストア費用発表。とりあえず高いやつだけピックアップして、品名と金額となんとなく読み上げていって、最後、どのぐらい金額かかったのか発表という感じでやっていきたいと思います。ジムニーを買ってきた車両価格が15万円です。そして陸送費が5万円。合わせて20万かかってます。一番のメインとなるエンジンオーバーホール費用からいきたいと思います。エンジンの加工費用、面検かけたりとか、シリンダーのホーニングしたりとか、内燃機屋さん持ってって加工してもらった費用、74,030円です。正直もうちょっと高いかなとも思ってたんですけど、結構ね、安くやってもらえたんで、これね、正直、7万円っていう金額聞くと高いなと思うけど、実際作業内容からすると、全然ね、安いような気がする。そして、車外のヘッドガスケット、強化のメタルガスケットとか、あと強化の排気バルブとか、ヘッドガスケットとバルブと、あと、バルブガイドのホーニングツールとか、なんかそんなの買いましたね。あと、ピストンピンのホーニングツールとか、そういうの社外品で買って、44,425円です。似たようなところでエンジンの補給類のちょっと金額高いやつでピックアップすると、ディストリビューターが25,960円。そしてラジエーターが32,000円。あと、高いので言えば、オルタネーター。リビルトのオルタネーターが14,000円。と、クラッチセットになったやつで12,600円です。他にもガスケット類、インテークのガスケットとか、あとゴムホース、バキュームホースとか、そういうの細かいのいっぱいあって、他にもタイミングチェーンとかもいっぱい、ほんとね、もう、変えれるもの全部新品に変えたんじゃないかなっていうぐらい変えたんですけど、そういうのも全部スルーということで。ということで、エンジンの金額が以上になります。足回りとか、その他補給類って言っていいのかな？マフラーだとか、バンパーだとか、フロントのショックアブソーバーが、こっちかな 34,938 円です。で、リアのショックアブソーバーがまた別金額で 17,131 円です。前後合わせて5万ちょっとになっております。純正同等品、カヤバのショックアブソーバー。そしてマフラー。純正マフラー錆びてボロボロだったので、車外のマフラーに交換して、19,210 円でございます。他にも、車外バンパー。これもね、純正品ダメだったから車外バンパーに交換して45,000円です。アームブッシュ。ロアアームのブッシュ。リーディングアームとかトレーリングアームとか。そういうのが 29,412 円。ナックルのオーバーホールキット。これが 22,400 円。あと何書いてたっけ？結構ね、ブレーキホースとかも買えましたしね。ほんとね、買えれるもの全部買えてるから、一個一個はね、やっぱ安いですよ。ただ、まとまってこう、細々したやつ、グッとなる値段結構してたりするんですけど、そういうのは全部リストに出せないからっていう感じかな。ブッシュはね、確かにちょっと高く感じますね。一応、それはロアアームのブッシュ全部、12個分で 29,412 円。結局買えないと、ほら、ショックだってオイル漏れしてたし、とか。結構でも、あっちこっちやれてたから、どの道ね、直さないと車検取れないみたいな部分がたくさんあったんで、ナックルのオーバーホールもそうですよね。ナックルももうグリス漏れててね、ぐちゃぐちゃな感じになってたりとかね。フロントバンパーだってちぎれてて、ちぎれたままだとあれ車検通れないんで、どの道バンパー変えなきゃいけなかったりとかっていうので、結局そのままじゃ車検取れないから、どの道ね、これかかってた金額ですね。マフラーもそう、錆びて穴開いて、折れてたから。で、次、レストアとはちょっとずれるんですけど、カスタム系やっていったの、ご存知かと思うんですけど、シートカバーつけたりとか、フロアマット引いたりとか、そういうのの金額も今回含まれちゃってるので、なのでそこの金額も今これからちょっと読み上げたいと思います。前後セットのシートカバー 28,000 円。スタッドレスタイヤ4本で 69,520 円です。これ純正のサイズよりも二回りぐらいでかいブロックパターンのね、ごっついタイヤですけど。他にもこれから買える時期なので、夏タイヤとホイールのセットも購入しちゃいました。それもね、金額として入っちゃってます。4本4万円ぐらいで確か買いました。夏タイヤ入れて10万、スペアタイヤも入れて、16万ぐらいと、シートカバーも入るか。シートカバー、フロアマットもあるから20万ありそうなんで、レストア費用じゃない分として、車検費用も入っちゃってます。今回車検費用も入っちゃってます。サイドスリッ
プ、工軸調整など、整備工場持ってって点検してもらった金額、そして、車検取る時の自賠責、仮ナンバー代、重量税、印鑑証明などなど細かいところも全部入ってます。まあ、この辺がね、自賠責2310円とか、重量税が12250円とか、まあ、こんな感じですね。で、あと、エアコンガス、あれもちょっとトラブってね、整備工場で何回かやってもらったりとか、それが7000円とかで結構金額乗っかっちゃってきてますんで、その辺の金額も全て入っております。あと ETC のセットアップ料金とかも入ってます。塗料だけ、別でちょっと一覧出したんで、塗料、ボディ用のグレーの塗料、あれ4キロで購入して、で、他にもクリアの硬化剤とか、シンナーとかも購入して、それが、2万と625円。ただこれは1回に購入した金額で、その後ちょいちょい買い足しはしてるので、実際はもっとかかってます。いっぺんに買ってレシートドーンって出た時の一番高い金額で2万625円。ノックスドールだけで1万7118円です。だから、まあ、ざっくり、すっごくざっくりなんですけど、すべて合わせて12万円ぐらいです。密着ロンも入ってるし、必殺サビ封じも入ってます。1キロ缶でね、1万円ぐらいするから、使ったけどちょびっとしか使わなかった塗料もあるし、そういうのも全部ひっくるめてざっくり12万ぐらいです。シンナーとか、そういうのは前に作業をやってたインプレッサとかジムニーの余りで使ってる分もあるし、新しく買い足した分もあるし、正直今回の JA22 のレストアにかかった費用としてははっきりは出ないです。塗料も余ってたりとかするんで。板金工場に出したら材料費だけで見ればもうちょっと安く済むかもしれないです。ただ工賃がかかります。あとね、この後、ジムニー、まあサブチャンになると思うんですけど、交換とかしなきゃいけない部品。ウィンドウレギュレーターとか、あとドアのサッシュのゴムとかはもう購入してあります。それも乗っかってます。4万、5万ぐらいなんで、まあその辺は、まあそんなに気になるほどの金額じゃないかな。はい。そんなところですね。機材とか設備、まあそれも一応ね一覧で出してきたんですけど、プレス機1万3000円、エンジンスタンド6200円、エンジンクレーンが2万900円と、コンプレッションテスター3900円とか、チェーンブロックが4480円と、ああいうのは今回ジムニーの費用には載せてません。なのでここは無視して大丈夫です。実際設備だけでも揃えようとすると結構な額になると思います。だから、これから発表する金額は、車体本体、車検費用、部品代、材料代、あとは、整備工場持ってった時の整備費用とか、いわゆる工賃、このジムニーをレストアしてくださいってお店に持って行った時の工賃は含まれておりません。それを踏まえた上で金額を聞いてください。173万7433円でございます。ほんとね、もうそう、プライスレスですよ、プライスレス。で、自分の車を自分で作業やって、隅々まで全部やりきったっていう達成感を考えると安いなって思います。正直、経験できないことを経験できた。ただカスタム費用が30万引いたとして143万ぐらいかな。部品材料代ね。これを高いと見るか安いと見るか、もうそれは個人の自由です。でもよくこの金額出したね。改めて思うけど、知らない方が幸せだったかもしれない。弟の11と22の部品買ってた時のそこの時期の差で見ても1年半ぐらい空いてるんですよ。その間に同じ部品番号まで全く同じ部品が、1.6 倍ぐらい値上がりしてました。まあ部品で言えばウェザーストリップとかなんですけど、サッシュのゴムとか、ウィンドウレギュレーターとかさっき言ってたやつね。1.5 倍からまあ2倍ないぐらいまで値上がりしてました。あるあるだね。びっくりしちゃった。後々部品が廃盤になって手に入らないかもしれない。そもそも部品の値段が倍ぐらいに上がってるかもしれない。デッドストックになっちゃうかもしれないけど、買っといた方がいいと思います。確かそう。1年半とか2年ぐらい前にレストアをやっていれば、多分
部品代とか材料代だけで120万ぐらいで済んでたと思います。もちろん硬化剤とかみたいに固まっちゃって使えなくなるとかっていうのは買っちゃダメですけど、ダメになったりしないような材料だったら、保管が効くようなやつだったら、買って置いとくのがありかもしれないです。そう。ということで、ジムニーは170万でした。あ、これね、エンジンオイルの、あれも入ってますよ。ちゃんと。エンジンオイル代とか。細かいもの全部、細かいものも、消耗品、定期交換するようなものも全部入ってます。ということで、今日も、最後までありがとうございました。そして、サブチャンネル1万人ありがとうございます。すごくマニアックなチャンネルですけどね、サブチャンネルね。結構深いところまでというか、細かいところまで作業をやるようなチャンネルですら見ていただける。本当にありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。バーイ。バイ。